さぎの花 VS 多発性筋炎、薬ゼロになるまで。今回は番外編です。いつもの闘病ストーリーとは少し違って、多発性筋炎の治療や生活を支えてくれていた医療制度についてお話しします。まずは指定難病受給者証です。これは指定難病と認定されると、毎月の医療費の自己負担に上限がつく制度です。難病の治療はどうしても先が読めず、この先医療費は大丈夫なんだろうかと不安になることが多いと思います。でもこの受給者証があると、自己負担額に上限が設定される状態になるため、お金の不安だけで治療をためらわずに済みます。私の場合は入院中に主治医から指定難病受給者証の申請をしてくださいねと教えてもらい、申請書類は母に住んでいる市の保健センターへ取りに行ってもらいました。その後、主治医に書類を記載してもらい、必要書類を揃えて保健センターへ提出しました。自己負担の上限額は世帯の所得などに応じて設定されているため、人によって上限額は異なりますが、おおよそ月2500円から3万円程度の範囲だったと思います。毎月これ以上はかからない、そう思える仕組みがあったことが、治療を続けていく中での気持ちの支えになりました。次は難病患者等福祉手当です。これは先ほどの指定難病受給者証を取得している人を対象に、市町村が独自に設けている手当です。この制度は金額や支給方法、条件などが自治体ごとに大きく異なります。例えば東京都の一部の区では月に1万円以上支給されるところもありますし、私の住んでいる地域では年額で2万円前後が支給される制度になっています。月額で比較的手厚い支給を行っている自治体では、所得制限が設けられている場合もあり、条件によっては支給対象にならないこともあります。このように支給額と条件は自治体ごとに異なるため、この制度については必ずお住まいの自治体で確認することが大切です。対象になる人にとっては、自治体から見舞金のような形で受け取れるありがたい制度だと思います。最後は傷病手当金です。これは会社の健康保険に加入している人が病気や怪我で働けない期間にお給料のおよそ3分の2が最長1年6ヶ月支給される制度です。多発性筋炎はいつ良くなると見通しを立てにくい病気です。私も復帰できるかどうかわからない中で、何度も診断書を延長してもらいながら日々を過ごしていました。この制度があったことで、自宅療養を続けていた8ヶ月間、収入が完全に途切れることへの不安を必要以上に大きく抱え込まずに済み、治療と生活に向き合う土台を保つことができていました。病気になるまで私はこうした制度のことをほとんど知りませんでした。でも実際に治療を続けていく中で支えになっていたのは、医療そのものだけでなく、制度という形で用意されていた仕組みでもあったと感じています。病気にならないのが一番ですが、もし病気になってしまったとしても、治療や生活を支える制度がきちんと存在している。そう知れたこと自体が治療を続けていく中での大きな安心につながっていました。今回紹介した制度の他にも、指定難病受給者証を持っていると携帯各社で料金の割引があったり、映画館などの施設で割引が受けられることがあったりと、生活の中で支えになる配慮があることも知りました。薬で病気を抑えられていても副作用が辛かったり、筋力が落ちて疲れやすかったりして、これまで通りにフルタイムで働くことが難しく、時短勤務で働き収入が減ることもありました。そうした中で、こうした割引や配慮があると、社会には困った時に支えてくれる優しい仕組みもあるんだと気づき、難病になっても社会から見捨てられていないと感じられて、とてもありがたく思っていました。今回は私自身の体験として助けられた制度についてお話ししました。制度の内容や利用条件は地域やご本人の状態によって異なることが多く、また
時期によって変更されることもあります。あくまで一人の体験として参考の一つになれば嬉しいです。それではこの先のストーリーについてもまた別の機会にお話ししますので、よかったら見に来てくださいね。